ゴールデンウィーク待ち遠しいなと思う方いるかもしれません。今年のゴールデンウィークについて今日は旅行業界などに詳しい航空旅行アナリスト鳥海高太郎さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。まず今年のゴールデンウィークなんですが、カレンダーちょっと見てみましょうか。前半と後半で連休が分かれるということになってるんですね。まず前半なんですが、4月の27日土曜日から29日までの3連休で、平日が3日あって5月の3日から4連休ということになってるわけですね。なので、この平日を休むことができれば最大で10連休となってるわけなんですけど、休むことができればっていうのが、鈴江さんちょっと難しいんですよね。そうです。私たちもお仕事頑張りましょう。本当に仕事大好きっていう感じでございますけれども、鳥海さん、今年の旅行の傾向っていうのはどうなってますか？そうですね、旅行者の傾向としてはやはりこの後ろの4連休3日からのこの4日間の方が多いかなっていう、そういった傾向にありますので、これから予約するんだったら前半の3日間の方が取りやすいかなっていう、そういったところがあるのと、ちょっとねやっぱり中が2日だと、全部休んで海外行っちゃおうっていうのがあるんですけど、3日あると意外と休みにくいよなっていうね。なかなかね、3連休でわーいって喜んでるわけですからね、ここに3連休足すのはなかなかハードル高いかな。そうですね、だから結構ね、この3日の前の2日ぐらいから1日休み取って5連休にするとか、そういった形。なのでね、そう27から6まで休める方は、例年よりはちょっと少ないかなって感じがしますね。他に何か傾向ありますか？そうですね、あとはですね、やはりこういったふうに分散するので近場の旅行っていうのが多いのかなといったところと、もう一個は大体桜がね散ってくるとゴールデンウィークって思うんですけど、今年遅いじゃないですか。なのでこれで2週間ぐらいちょっとずれてるということもあって、じゃあこれ桜散って、じゃあそろそろゴールデン考えようかっていう、そういった動きもあるということで、ちょっとね予約の出足は例年よりは遅いかなって感じがしますね。面白いですね。桜によってね、ゴールデンウィークの旅行の予定が変わってくる。確かに、ね、桜まではね皆さんやっぱ桜でいっぱいいっぱいなんで、確かに言われてみると、でも楽しみきりたいっていうね部分があるんでしょうけれども、こういった日程になってますが、鳥海さんが考える狙い目の日っていうのはありますか？そうですね、やっぱり前半のところもいいんですが、でもやっぱり谷間の3日間逆に結構働かれる方もいるので、飛行機新幹線含めて意外と取れます。ここを休めればというね、いうことなんですが、運よく休めるよという方にとってはね、朗報な情報もお伝えしていこうというふうに思います。ではまず今年のゴールデンウィーク、どれくらいの方が旅行に行きたいよと思っているのか、こんなデータがあります。JTB の調査なんですが、ゴールデンウィークに旅行に行くつもりだという方が 26.5%、4分の1強ということで、これを多いと見るか少ないと見るか。意外と少なく感じますね。そうですよね。コロナ禍前の2019年と同じくらいまで回復したということなんですね。これでも回復したんですね。斉藤さん、ゴールデンウィークの予定も決まってますか？一応僕ももちろん仕事なんですけど、でもただゴールデンウィークだけでちょっと気持ちが上がりますよね。確かにね。でも実際お休みはないですね。取れない。陣内さんは？全く考えてなかったです。エブリがあるもの。そうですよね。エブリがね。エブリデイですからね。鈴さん今日調子がいいですね。すいません。進めてください、どうぞ。わかりました。ただね、旅行にはちょっと行きたいんだけれど、まだどこに行くか決めてないよという方にとっておすすめの旅行先ってありますか？盛岡とそれからあと北海道、岩手県の盛岡市と北海道なんですけど、まず北海道に関しては今年雪解けが早いですので、斉藤さん一番でもねファイターズにいらっしゃったから、4月は本当は北海道ってやっぱり寒くて雪残ってたりして観光あんまり適しない時期もあるんですが、今年はもう雪解け、すでにもう札幌なんかも雪が溶けてますので、あとね函館のこの今ある五稜郭の桜がおそらくゴールデンウィークの最初の3日間あたりが満開じゃないかっていう今予想が出てますので、そういったところでもちょっと北海道今年は狙い目かなと。それであと思い立ったら行きたいなと思うところでおすすめが岩手県の盛岡市ということで、新幹線はやぶさとか、全車指定席もありますけど、山彦とか自由席ついてますので、その時の気分で、出かけることできますし、あと盛岡は去年は
訪れるべき場所っていうところで世界で選出されたニューヨーク・タイムズのがありましたので、よくね3大麺で、わんこそば、それからあと冷麺、ジャージャ麺、3つこれを食べたり、あとねいろいろ岩手銀行の、レトロな建物があったりとか、あとモダンとおしゃれなカフェが融合してて気軽に行くっていうのもいいのかなと思いますね。鳥海さんに言われるともう今すぐ行きたくなっちゃうっていうね想像が膨らむ、はい、こうなんですけれども、北海道盛岡市、さらに一押しの場所があると聞いてますが。はい、一押し場所福井県ですね。福井、はい、これは藤井キャスターも3月行かれていろいろあわら温泉とかそういったとかって、私もちょっと3月は3回福井で取材もしていましたけど、やっぱりいい温泉もありますし、あとね恐竜博物館もぜひ行ってほしいところでもあるし、あとねよくドラマなんかで出る東尋坊とか、あと永平寺なんかもすごい行ったらすごいいい場所なんです。で新幹線ができたって今回このきっかけでまだ新幹線も空いてますし、この恐竜博物館は屋内で過ごすことできますので、仮に天気が悪い日なんかでも楽しむことができる。そして東京駅から新幹線開業したことで2時間51分で行くっていう、やっぱりね乗り換えなしで行けて、でこのあわら温泉、私もここの今写真のところ泊まったことありますけど、非常にいい泉質で足湯なんかもあってすごい楽しめるところなので、ちょっと今からでも取れる宿もありますので、ぜひねちょっとゆっくりしてほしいなと思いますね。お子さんがいる方の子供をどうやって遊ばせるかが非常にポイントになりますけれどもね、恐竜好きにはたまらない恐竜博物館などもあるということなんですね。福井ですね、おすすめですけれども、そんな中でもですねアクセスでお得な情報があると。そうですね、早めにチケットを買うことによってこの福井まで約3割値段が下がるという、これ2週間前までで、JR 東日本とか、JR 西日本ホームページ上で買うと一番安いと1万920円で片道福井まで行くことできますので、ちょっとね祝日とかだと結構満席になってますけど、谷間の平日で一部空いてる列車もありますので、そういったところを狙ってみるっていうのもいいかなと思います。まだ間に合うということですね。ただゴールデンウィークといいますと、どこも混んでいるということで、こんなですね取り組みも行われているんです。神奈川県の有数の観光地といいますと箱根が挙げられますけれども、実証実験が行われてまして、小田急の箱根によりますと、ゴールデンウィーク混雑が予想される日はですね、ケーブルカーとかロープウェイ、これウェブで事前予約をすることによって優先乗車が可能になるというものがあるということですね。またこの時期ね綺麗なのがネモフィラ。ネモフィラと言いますと、関東では茨城県のひたち海浜公園、これが開園時間普段は朝の9時半なんですが、ゴールデンウィーク中は2時間半前倒しで朝7時から。都心から行きますと大体車で2時間なんで、都心を5時に出れば開園に間に合うということです。やっぱり早く起きた方が確実に入れますので、そうですね、ゴールデンウィークは分散してますからね、少しでも早く起きて楽しめればということで、今日はゴールデンウィークの過ごし方について鳥海さんに教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。